こんにちは、村雲です。今回の動画は DIY の動画となっています。DIY の内容としては、スープラのドアパネルのブラック化です。もともとリアフェンダーに向けて駆け上がっていくようなデザインをしており、それをより強調することを目的としており、アウディの R8 のようなイメージを目指しています。それではご覧ください。まずは部品の調達からです。理想なところとしては TRD から発売されているカーボンのドアパネルへの交換でしたが、こちらの値段が税別で37万円というお財布に非常に厳しく断念することにしました。次にトヨタの部品共販にてノーマルのドアパネルを購入して付け替えることを考えました。その購入値段が画像の通りとなっています。正直なところこの値段も決して安くなく、さらにブラックに塗装されたものが購入できるわけではなくて、無塗装素地の状態での納品とのことでしたので、こちらも断念しました。最終的にヤフオクにて偶然新車の取り外し品が出品されており、こちらを購入塗装し取り付けることにしました。お値段を2つ合わせて22,000円、かなり安く抑えることができました。こちらがヤフオクでの購入品です。色は選べませんでしたので、シルバーとブルーのカラーのものを購入することになりました。表面に傷なども見られず、また部品共販の方では別売りとなっていたダミーダクトの方も取り付けられた状態となっています。裏側も特に傷がついているようなこともなく一安心しました。ブルーの方の購入品に関しても同様でした。次に塗装に入っていこうかなと思います。塗装に関してはプロにお任せすることにしました。知人に相談したところ、愛知県の岡崎市にある肌付きボディさんというショップにて作業を実施いただけるということで塗装を依頼し、わずか1週間でブラック塗装を完了いただけました。完成状態がご覧の通りとなっており、表面にムラなく非常に丁寧に仕上げていただけました。驚いたのが作業工賃の安さです。このクオリティとスピード感で合計12,000円でした。愛知県にお住まいの方で部品の塗装など実施したい方におすすめです。動画の概要欄へとホームページの URL を貼っておきます。ここからようやく組み付けに入っていきます。組み付けを行っていきます。まず使用する工具についてです。ドアパネルを留めているボルトを外すために T20 のトルクスボルト用のレンチが必要となります。またドアパネルを剥がす際にドア本体とパネルの間に突っ込んでこじる用の内装剥がし、ドアパネルを剥がした後のドア本体を洗浄するためのパーツクリーナーとキムワイプ、以上が今回の作業で必要な工具となります。作業開始です。まずはトルクスのボルトを外すところからです。ボルトはドアのウェザーストリップをめくると見つけることができ、上側と下側に合計2本ありますので、こちらをまずはレンチで緩めていきます。はい、2本とも外れました。これでドアパネルが外れる状態となりました。ボルトを外すとドアパネルは接着剤とキャップではまっているだけの状態となりますので、少しずつ力を加えていくことでドアパネルが外れていきます。最初の段階でいきなりバキバキッと外れましたが、左側のドアパネルに関しては事前に何度か外すトライをしており、それが影響してか比較的楽に外すことができました。内装剥がしが全く役に立ってないですね。左側ドアパネル外れました。最後すっぽ抜きかけましたね。やはり撮影しながらの DIY 作業は難しいです。パネル外した後のドアパネルの状態です。やはり少し汚くなってしまっているので、パーツクリーナーで洗浄します。洗
洗浄終了しましたので、ブラック塗装後のドアパネルを取り付けていきます。パネルの取り付けに関しては、取り付け用のキャップの位置を合わせて押し込んでいくだけですので、そこまで難易度は高くないです。ただ、キャップの数自体が非常に多いので、一つ一つの位置合わせに若干手こずりましたね。取り付け完了です。この後、ボルト締め付けて終了です。左側のドアパネルに関しては、外すのにそこまで手こずりませんでした。右側のドアパネルに関しては、この動画撮影の作業で初めて取り外すことになったので、そちらの方が参考になるかと思いますので、ご覧ください。ボルトを外して、右側のドアパネル外し作業開始です。左側のドアパネルの時と違い、一発で複数のキャップが外れるといったことはなく、一つ一つのキャップを内装剥がしを突っ込むことで引き剥がしていっています。やはりこのキャップの拘束力も何回か付け外しを繰り返していくと緩んでいくと思われるので、初めて外す場合は左側のドアパネルの作業でなく、今ご覧になっているような作業の状態となると思います。接着剤も健在ですしね。はい。これは内装剥がしを突っ込んで接着剤を剥がしに行っている様子です。キャップは結構勢いよく外れてくれるのですが、接着剤が結構頑固なため手こずってしまいました。もうすぐ外れます。こちらもようやく外れてくれました。手こずり具合をリアルにお届けしたかったので、あえて倍速せずに作業動画をお届けしました。初めてドアパネルを外す際には、このくらいの時間がかかるといった参考となれば幸いです。戻し作業は左側と同じとなるためカットします。それでは完成状態をご覧ください。こちら完成状態となります。自分で言うのもなんですが、かなりいい感じではないでしょうか。冒頭でお話したように、リアフェンダーに向けての駆け上がっていくデザインがさらに強調できたかなと思います。また、あえてボディ同色ではない色とすることで、お手軽にエアロカスタムしている感も出せますね。空力効果などは全く変わってないんですけれども、はい。私的にはかなりやってよかった DIY となりました。ご覧いただいた通り、作業道具としてそこまで特別なものは必要なく、また作業内容としてもそこまで難易度は高くないかなと思いますので、いいなと思った方の参考となっていれば幸いです。今回の動画の内容は以上となります。この動画の内容がいいねと思った方はグッドボタンであったり、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、検証してほしいネタなどありましたら、動画のコメント欄までよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。